おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと裏口からね。そうですね。はい。神社は、いわゆる表参道と言われる正面玄関っていうのがあるんですけども、はい、それはあくまでも表向きの入り口ですね。で、実は神社って大体なんですが、本殿の左後ろが実は一番神聖な場所と言われてたりします。ちょっと待ってください。左後ろ？神社の敷地ってあるじゃないですか。神社の敷地があって、本殿がありますよね。そしたら本殿の左後ろあたりのエリアが、実はその神社の一番パワーが強い場所って昔から言われてるんですよ。そうなんですか。はい。で、この明治神宮もそうですね。はい、で、この明治神宮の参宮のこの入り口は、まさにその左後ろに直結する入り口なんですよ。なので、実は表からね、正面から原宿口から入るのありなんですけど、実はこのね、参宮橋口から入るのが、実はアクセスもいいし、人も少ないし、とってもおすすめです。そうなんですね。はい、なので皆さん神社行った時にですね、どの神社に行ってもちょっとね、左後ろをちょっと行ってみてほしいんです。チェックしてみる。入り口がもしそこにあったらっていうことですね。そうですね。特に大きいところ。はい、それでこの左後ろから入ってきたら、宝物殿っていうのがあるんですよね。あと武道場。そうですね。はい。で、今日は本殿じゃなくてこの左側。はい。今日はですね、明治神宮のあえて本殿ではなく、そのいわゆる左後ろ側のエリアに行ってみたいと思います。来た方はね、なんとなくわかるかと思いますけど、実は神社とは到底思えないような開放的な空間が広がってまして、実はここが最強のパワースポットって昔から言われてますね。なんかね、パワースポットっていうとね、清正の井戸、っていうのが有名ですけれども、意外とこちらもこっちも有名ですね。パワースポットって何をもってパワースポットとするかなんですけど、簡単に言ったらですね、人の手が加わってないエリアなんです。人の手が加わっていないのが本物のパワースポットですね。じゃあ、あんまり人がたくさん集まるところとかは、ちょっとそのパワーがとかエネルギーがそがれちゃうみたいな。そうなんですね。やっぱり人のエネルギーの数だけ、やっぱりエネルギーも良くも悪くも残留してしまいますんで。なので、遠くのパワースポットより、皆さんのご近所にある、あまり人の手が加わっていない、自然が残っているエリア、そこが実は一番身近なパワースポットなんで、そこに行って時間を過ごしたり深呼吸したりするのが実は一番効果的なんですね。なんか私の主人もそういう触ると厄が落とせるみたいなものとかは、たくさんの人が触ってるから触らない方がいいとか、よく言いますよね。あと普段からなるべく人のいない道をこう選んで歩いた方がいいとか、やっぱりなんかもらっちゃうっていうのもあるんですかね。これあるんですよ。で、このもらっちゃうのを憑依って昔から言うんですけど、でもこの憑依っていうのは悪いことじゃなくて、これ物理学的現象なんで、もう誰でも起こることなんですね。人と接してればお互いのエネルギーが相手に移りますので、それが人の数が多ければそれだけエネルギーが移るわけですね。なので憑依とかエネルギーが移るとか乗るとかっていうこと自体をまず怖がっちゃダメです。もうこれ起こっちゃうことなんで。怖い怖いって怖がるのが一番本当は一番ダメです。もう憑依とかエネルギー的なこの乗り移りを絶対嫌だって言うんだったら、人と関わらないっていうことなんで、そうすると社会とは生きていけないんで、だからそれよりも、もし自分に合わないエネルギーが自分に入ってきちゃった時の、その上手な効果的な出し方、自分に合わないエネルギーの出し方の方を意識した方がいいですね。
で、これを除霊って昔から言うんですけど、除霊は、スピリチュアル的なことなんか一切やらなくて大丈夫です。寝る、汗をかく、そして水分を取る。もうこれで除霊できるんで。だから高いお金払って、なんかよくわかんない、なんか儀式を受けるなんてしなくて大丈夫です。自分のこの体力とか気力とかをいかに正常に保つかというか、そうですね、健康的に保つかっていうこと。そうですね。なので漢方的な観点で言うと、やっぱり健康のためには免疫力って必要なんですけど、やっぱりその免疫力を上げるっていうのは自分の波動的な体力を上げるっていうことなんで、やっぱり免疫、体力、体のことの必要性を考えると、おのずと実は霊的なエネルギーの耐性とかエネルギーを上げるっていうことにつながってくるんで、スピリチュアル的なパワーを上げたいとか、なんか霊的な能力を上げたいと思うんだったら、実はそれを上げようとするんじゃなく、体力や免疫力を上げるっていうことを優先した方が、おのずと霊的な能力って高まってくる。一石二鳥ですね。そうなんです。体の調子も良くなるし。そうなんです。で、その辺がね、逆に考えちゃうと、ちょっと変な方向に行っちゃったりするんで、ぜひ免疫力を上げるっていうことを意識していただけると、霊的な能力を育てることにも役に立つと思います。パワースポットの使い方としても、なんか未来のことを考えるとここではいいみたいな話、ありました。じゃあパワースポットに行った時に何を意識した方がいいかっていうことなんですけども、パワースポットはですね、もうその場所自体が自分のエネルギーをリセットしてクリーニングして活性化するパワーを持っている場所のことをパワースポットって言うんです。ってことはもうそこに行くだけで、もうエネルギー的に癒しが起こるので、こちらとして何かやんなきゃいけないとか、何か考えなきゃいけないっていうことは気にしなくて大丈夫です。何かやらないといけないってことでもない。ないってことですね。どちらかというと心を静かに収めて、ちょっと落ち着いてリラックスして深呼吸して、そこに滞在している時間を贅沢に楽しむっていうぐらいの方が、勝手にエネルギーの作用が、起こってくれるんで、なのでそこで願掛けするとか、何か祈らなきゃいけないとか、そんなことは気にしなくて大丈夫です。それはどこのパワースポットですか？どのパワースポットでもそうですね。なんか降りてくるのを待つみたいな感じですか？ありますよね。昔から言われてるんですけども、何か気づきが得られるとき、覚醒するとき、もしくは覚悟が決まるときって、劇的なことってないんですよね。非常に静かな心境の中で、覚悟が決まったり、気づきが得られたり、っていうことがあるので、パワースポットに行って何か劇的なことが起こらないと、パワースポットに来た意味がないとか、それを期待したりとかっていうのがあるかもしれないんですけど、本当のエネルギー作用っていうのは非常に静かなものなんで、で、そのエネルギー作用が起こったのがだいたい3日4日ぐらいしてから、徐々に自分の意識や体に影響を与えてくるんで、パワースポット行った時に何か劇的な変化や気づき、体験っていうものを求めようとする必要はない。なぜかというと、その瞬間に起こることってなかなかないの。なんか欲しい欲しいと思ってそうです、そうです、そうです。と、なんか手元から逃れていくっていう話をね、昔しましたけれども、欲しい欲しいじゃなくて、自然との循環が起こるように、自分という自分の体とか自分の精神とかを介して、自然との中で循環が起こるように、循環が起こるということはね、体の中でも循環がいい方が、血液循環が良かったりとか、血液がサラサラで綺麗だったりした方が健康であって、いろんなエネルギーというかパワーがね、みなぎってくるように、それと自然と対自分っていうのも
同じことなのかな。同じ。本当そうですね。本当そうです。あとなんか怖い怖いって言ってると霊が寄ってくるっていうのはもうまさに私が、犬がちょっと怖いんですけれども、ちょっとねトラウマがあってね、犬に関して、ちょっと大怪我したことがあったので、そうすると犬って私が怖がってると寄ってくるんですよね。怖がってる人のところにね。そうなんですよね。それとなんか霊とかそういうふうな悪いこととかも怖がってる人のところにくっついてくるみたいなものがあるのかなと思って、だからなんか最近はそれが大人になってから気がついたので、すっごい一生懸命平気のふりをして怖いんだけど平気のふりをして歩いてるとなんか犬も近寄ってこないように、なんかそういった悪いこととか霊とかそういうふうな運気とかっていうものを、悪い運気が怖がらないふりをしてた方が、なんかこう素通りしてくれるのかな。いや本当ね、おっしゃる通りなんですよ。昔何年か前にアリゾナのセドナに行ったことがあるんですけど、いわゆるあそこは原住民のインディアンがずっと住んでたエリアですね。で砂漠なんで、蛇とか出るんですよ。で不思議なんですけど、蛇とか出たり、毒蛇ですか？毒蛇とか出るんですよ。で、現地の方に聞いたら、インディアンは絶対噛まれないんですって。インディアンは噛まれない。でもそこに入ってきた他の部外者の人たちが噛まれるんですって。部外者の人たちは噛まれるんですか？で、これ何が違うかっていうと、現地の人曰く、部外者の人は、蛇怖い、噛まれたくない、こっちに来るなっていう波動を出してるんですって。で、そうすると、その反対の、プラスマイナスですから、感じるんでしょうね。感じて来ちゃうんですって。でも、インディアンの方々って、蛇が噛むとか悪いとか何にも思ってない。そもそもそんなものはないみたいな。バイアス何にもかけてないんで、噛まれないんですって。だからいじめ問題とかにも似てるかもしれないですよね。いじめられちゃうかもって思ってると、なんかおどおどした感じになっちゃって、知らないうちに。そうすると、あれちょっとからかってやろうか、いじめてやろうかみたいな感じになるけど、なんか堂々とね。堂々と。で、なんかあんまり平気ですみたいな感じでいたりとかすると、なんか、いじめがないかなみたいな。そうなんですよ。で、僕個人で言うと、僕は虫がダメなんですよ。虫だらけですよ、ここ。そう。で、本当に虫がダメで。大丈夫ですか？この道なんてもう本当に獣道みたいな、なんか神社なのか公園なのかわかんないようなね。わかんない。このまま神社に繋がる道ですね、これね。でも、セミとか、トンボとか、テントウムシですら僕ダメなんですよ。なんか虫取って遊んだりとかしなかったんですか？全然しなかったです。もうダメなんですよ、虫。男の子って虫大好きなのかと思ってました。で、アリ食べてる男の子とか、幼稚園の子。いましたよね。いましたよね。なんか、食べちゃうんだと。それで、後で、なんかアリは関節にいいみたいな漢方で。みたいな。関節痛にいいけど、子供は関節痛なんないよね、みたいな。で、虫がダメなんで、実は昔からこういうところに来ると、僕ね、怖かったんです。虫が怖くて、虫がどっから出てくるんだろう。私のワンちゃんが怖いのと一緒です。一緒ですね。本当に怖くて、その時に限ってクモの巣に絡まったり、なんかいろんなこと起こるんですよ。なので、僕はもう十何年前ぐらいから、虫は好きじゃないですけど、悪いって思わなくなったんですね。悪い。いわゆるこういうところに来ても、何にも怖がる必要ないし、何の問題もないって思うようになったんですよ。そしたらね、何にも問題ないんですよね。さっきの蛇と一緒ですね。起こらないんですね。そうなんですよ。で、これ意識しちゃうと、意識しちゃうとダメなんです。磁石みたいに吸引しちゃうんですかね。そうなんです。なので、これ、量子力学とか、いろんな話があるんですけど、結局何かっていうと、自分が決めていることが形になっちゃうんで、それは些細なことでも。怖いと思ってることって怖いっていうことを作ってしてしまうんで、ポイントは、自分が理想とする条件を自分が決めちゃえばいいんですよね。どうせ引き寄せるんだったら、怖いもの引き寄せるんじゃなくて、
こう楽しいこと、楽しいこと、嬉しいこと。なんかこう面白いことないかなって思ってると、なんか本当に面白いことが起こるみたいなね、こと言ってた芸人さんがいらっしゃいましたけれども、本当どうせだったらね、怖がるんじゃなくて、ちょっと面白いこと起こって解決しないかなとかね。そうなんですよね。だから例えば今日これから仕事に行かなきゃいけない、あれもやらなきゃいけない、お客様の対応もある、いろんなこと考えると気が重くなるかもしれないんですけど、それはそれとは別として、でも今日はいい一日だって決めちゃえばいいんですよね。そうするとね、気持ちも変わるし、実はね、悪いことって起こらない。それがやっぱり明るい人って、なんかあの人運がいいよねって言われてるような人って、すごくこう、いつもね、ニコニコしてたり、ちょっとしたことでも大丈夫大丈夫とかね、言ってたりとかね、そういうところなんですかね。そうですね。運を引き寄せる簡単でも一番大事なポイントは、いつも気分がいいことです。で、いろんなことがあるけど、それに引きずられずに、いや、でも自分は今気分いいんだよねっていう、この自分の気分をこう自前でね、整えられると、もう一発で運が良くなるんで、あんまりこう難しいこと、運は考える必要ないんですね。常に自分自身をこう整えていくっていうことですね。本当そういうことですよね。確かに私、漢方に出会う前までは、すごい体調悪かったんですよね。すぐ風邪ひくし、すぐ頭痛くなるし、生理痛もひどかったし、そういう時はもうものすごいマイナス思考だったし、まあなんか運も悪かったような気がするんですけど、漢方でなんかこう体を整えられるように、自分で自分の体調を整えられるようになったぐらいから、すごく運も変わってきたかなみたいなことが実感して分かっていたので、途中からもう本当意識的にとにかく体調、気分を整えるっていうことに集中していると、悪いことは起こらないですね。そうですよね。いや、本当そうなんです。人って自分の目の前の現実に起こっている良し悪しと自己評価の良し悪しをいちいちね、結びつける癖があるんですよね。いいことが起こってると、あ、私いい。なんか自分が望んでないことが起こると、あ、私ダメ。みたいな。この現実と自己評価を結構結びつけて考える傾向があるんですけど、自己評価を結びつけない方がいいんですよ。一番わかりやすいのが、恋愛してて誰かのことが好きでしょうがないとき、今週末やっとあの人と会える、デートできるってなったとき、その一週間どんなに仕事が苦しくても大変なことがあっても、全然悪く捉えてないんですよ。でも別れたとか辛いことがあると、目の前のことにどんなに嬉しいことが起こっても、全然それを嬉しいと認識しないんですよね。だから人間ってそういう傾向があったりするんで、この現実と自己評価をリンクさせない。これはやっぱり結構意識するといいですよね。で、そう考えると明るい人とか元気な人って、自己評価と現実一切リンクしてないんで。どんなに大変なことが起こっても、さっきおっしゃってたように、なんとかなるさーみたいなね。やっぱりそういうゆとりがありますよね。もう亡くなったんですけど、私が最初に就職した時の社長さんが、そうなんです。去年ね、亡くなったんですよ。で、やっぱりすごく悲しかったんですけどね。やっぱりその社長はすごい方で、この話にね、出てくるんですけど、で、いろんなことを教えてくれたんですけど、なんか辛い時、苦しい時、あった時も、その社長いつも、ふてくされんなよ。ふてくされんなよ、お前はっていつも言ってくれたんですよ。現実に起こっていることが大変でも、いろんなことあるよねって。でも自己評価をそれで悪くしちゃダメだよっていうことを教えてくれてたんですよね。はい。すごい簡単に言うと、明治神宮って、ぐるって一周できるんですね。本殿を中心に。で、敷地が広いんで、もうそれだけでも結構な散歩コースになるんですけども、ですが、
さっきのそのパワースポットがちょうど本殿の裏なんですよね。で、この本殿の裏とメインの表参道とつないでいる、このね、通路があるんですよ、道が。ここがですね、実はものすごくエネルギーが清らかでパワーが強いんで、ぜひね、この本殿の裏のこの通路、こういう通路がありますんで、ここをね、ぜひね、散歩してほしいんですよね。うん。これから行きます。そうなんです。目安としては、明治神宮本殿のこの右から裏の道です。裏道ですね。で、どういう理由があるのかわかんないんですけど、この裏側のエリアのこの森の中でも入っちゃダメってエリアがあるんですよ。で多分もうわかると思うんですけど、柵あるじゃないですか。この中入っちゃいけないんですよ、絶対。うん。こっからは、いわゆる、管理する人しか入れない。うん。あの中は基本的に入っちゃダメなんです。だから多分何かしら資格を持ってる人が入れると思うんですけど、でなぜそうなってるのか、理由はわかんないんです。だけど実は本殿とかうんぬんじゃなくて、本殿の裏のエリアに実は禁足地があるんですよ。明治神宮って。だからやっぱり、この明治神宮の右側から裏側を通るこの道をぜひね、ゆっくり歩いてほしいんですよね。強いんですね。で、このいわゆる禁足地とか、人が踏み入れてはいけないエリアっていうのは、いろんな捉え方はあるんですけど、そこに別に神様がいるからとか、なんか逆に触ってはいけないものがあるとか、そういうことじゃなくて、特別になぜか磁場とか土地の関係でエネルギーがより高いところなんですよ。でもエネルギーが高くてもそれ以外のエネルギーが介在すると弱くなっていってしまうので、だからこの本当にパワーが強い、土地のパワーが強いところは基本的に踏み入れないようにしましょうっていうのが日本人が昔から持っている感覚で、これが時代を経ていわゆる神社になっていったんですよね。でも本殿っていうのは一応建て付けとしてメインとなる建屋が必要だから作っただけであって、本殿にパワーがあるわけじゃないんですよ。その土地って必ず本殿とは別のところにパワーがあるんで、この神社に来た時に、この神社の本当のパワーが強いところってどこだろうって、ちょっと散策してみるのも楽しいですね。で、大体は裏側か、本殿の裏側か、本殿の右後ろにパワーがあることが多いです。